動画をご視聴の皆さん、こんにちは。ゆうです。本日はバイナリーホスピタルボリューム2ということで、ロジックを理解する最低限のファンダメンタルズというところについてお話ししていこうかなと思います。前回はですね、どっちかっていうと初心者向けに、向けてのコンテンツで、実際にどういう動きをね、していったら、バイナリーオプションでお金が稼げるようになるかとか、投資っていうのは甘いもんじゃないよとか、そもそも自分のプライドが高いとなかなか上手くなれないよとか、そういうところの根本的なお話をさせていただいたんですけども、今回は少し、具体的なテクニカルのお話であったりとか、どの程度、ファンダメンタルズでね、分析をしていったらいいのかとか、そのあたりについてお話ししていこうかなと思います。で、どんな、患者を目的として、今回のコンテンツがあるかっていうところなんですけども、軽症患者、ローソク足を無視してシグナルが鳴ったらとりあえずエントリーしてしまうよと。とりあえずシグナル通りに淡々とエントリーしてしまう方、とか、相場の流れ、プライマリー、要はトレンドですね。始まりのトレンドがどっちに方向性になっているのか、今現在のトレンドはどっちになって、どっちのトレンドなのかっていうところを把握せずにシグナル通りにね、エントリーしてしまう方とか、軽症患者ですね。で通常患者が、バックテスト取らずにトレードしている方、自分が使っているシグナルのバックテスト結果知らずにトレードしている方、でインジマニア病に向けて、で重症患者が MT4 すらダウンロードせず取引している方、ローソク足見えないぐらいの大量インジを入れている方、指標などの知識もなしにトレードしている方、こういった方に向けての動画になります。軽症患者はね、割と多いんじゃないかな。前回の動画でもお話ししたんですけども、とりあえずシグナルになったらエントリーしちゃうよという方ですね。軽症患者としてます。で、バックテストもね、取らずにトレードしてる方って非常に多いんですけどもね、これもどんな痛い目があるのかとか、負ける回避の方法がどういうふうにしていったらいいのかっていうところについて、僕がお話ししていくので、取ることによってのメリットっていうのもちゃんと感じてほしいなと思ってます。で、インジマニア病に向けてもね、インジのことをまず理解しなきゃいけないっていうところで、インディケーターのお話をさせていただきます。で重症患者はもう MT4 をダウンロードしてないでね、とりあえずハイロー画面だけで取引してますみたいな方いるんですけど、アホかと。お金を君はなくす機会と、僕はお話ししたいですね。まず MT4 は最低限ダウンロードしないと話にならないので、MT4 はダウンロードしてください。で、ローソク足見えないぐらいの大量インジの方も、もうローソク足埋もれちゃって見えないよっていう方は、もう意味がない。ローソク足こそプライスアクションだし、そのプライスアクションに対して自分たちが裁量を補うのに、補えないんで見えないのでね。で、最低限やっぱ見えるようにはしましょうと。あと指標のことを知らない人って結構多くて、アメリカの経済情報であったりね、そのイギリスとか、ユーロ、EU 離脱のこととか、全くその世界情勢知らずにトレードしてる人っていうのもいて、本当に危ないですね。本当ただのギャンブルなんで、そういうのもちゃんとお話ししていこうかなと思います。前回長かったんで、コンパクトに動画をしていくというのを今回課題にね、僕もお話ししていきますので、お付き合いの方よろしくお願いします。で、今回ですけども、どちらが正解というところなんですけども、テクニカル分析、ともう一つが、ファンダメンタルズ分析と、二つあります。でいわゆるテクニカル分析っていうのはインディケーター、というものを入れて、RCI、RSI、ボリンジャーバンド、ADX、CCI、いわゆるオシレーターとか、そういったものを使用して分析する方法、いわゆる MT4 で、ローソク足というものを見て、プライスアクションを見て、それに対して確率論こうなるよねっていうところから戦っていく分析方法のことをテクニカル分析と言います。で、ファンダメンタルズ分析っていうのは、世界のね、その経済状況とか、アメリカの CPI とか雇用統計とか、そういうアメリカの経済を中心に、じゃあドルが買われやすいのか売られやすいのか、円が買われやすいのか売られやすいのかっていう情勢を見て、取引をしていく方法のことをファンダメンタルズ分析と言います。大企業の決算とかね、本当に Facebook の決算とかも最近だと注目されるようになったりとか、そういうところからじゃあ
Facebook の決算が良かったから、じゃあアメリカの経済って良くなるよねっていうところからドルが買われていくとか、そういったことは、ファンダメンタルズ分析で言えば、こう取引をしていく方法になるんですけど、じゃあどっちがまず正解なのかっていうところですよね。どっちも僕は正しいと思うんですけども、ことバイナリーオプションに置いた場合は圧倒的にテクニカル分析です。ファンダメンタルズってそもそもそこまで影響しないんですよ。どういうことかっていうと、いわゆる超短期トレードなんですね。超短期トレード。いわゆるスキャルピングっていう FX でいうトレード方法があると思うんですけども、スキャルピングトレードに非常に近い、トレード手法になりますので、テクニカル分析をメインとしなければ、当然世界情勢が荒れてる状態取引ってそもそもバイナリーオプションでやると危険なので、そういうところは避けるようにしてます。マーケットオープンとかマーケットクローズとか。ってなると、確率論上ね、戦っていくってなった場合は、そのテクニカル分析の方を優先としていきます。ただ、テクニカルをメインとして最低限の経済を知らなければ、ドルが買われやすい、ユーロが買われやすいとか分かってた方が当然だけども、勝ちやすいです。だから覚えとくに越したことないよねっていうこと。なんで、あくまでテクニカル分析をずっとしていくのはいいです。ずっとしていくのはいいんだけども、ドルが買われやすい状況なのか、売られやすい状況なのかで、例えばね、ロンドン時間によくあることなんですけども、日本時間からロンドン時間に切り替わりました。で、切り替わった時に、その市場の 40% を占まる、ボラがあるそのロンドン市場でね、ドルが買われやすい状況にあるのか、売られやすい状況にあるのかで、テクニカル分析アルファで、その MTF 分析されている方に関しては、どこでポジション取るかで、本当に勝ち負けって変わってくるわけですよ。確定足ベースのノウハウの方は全然 OK だと思います。確定足ベースのノウハウは、その00秒とか、30秒までぐらいかな。0秒から30秒までの取引を行われる方、確定足に対してね、エントリーされる方については、特にファンダメンタルズ知らなくてもね、淡々とエントリーすることができるから問題なんですけども、ライントレードとか MTF 分析をされる方に関しては、この最低限ね、ドルが買われる、売られるっていう状況を知らないと、例えば逆張りでライントレードしています。ってなった時に、ラインにタッチした時に、それがユーロなのかドルなのかで話が変わってくるんですね。ドルが売られやすい状況でラインにタッチして、じゃあ反発逆張りで、狙おうって思った時に、そのどこでポジション取るかって非常に重要なんですよ。ラインって言っても1個のラインか2個ラインあるかで話変わってくるし、1個目のラインぶち抜けるのかぶち抜けないのかでも変わってくるってことは、その MTF 分析1分と5分でするわけじゃないですか。じゃあその時にドルなのかユーロなのかっていうのは全然変わってくるわけ。だからその分析をするときに、ある程度ファンダメンタルズ分析をすることによって、より有利なポジションでエントリーすることができるようになると。あ、ドル売りだなと。ラインタッチした。でももう一つ深い階層のところにラインがあるよと。なったときに、今回ドルだからちょっと見送ろうってなったときに、やっぱライン割れたってなったときに、やっぱ今日はドル売り優勢だなと。なぜならば、ドルがやっぱ売られやすい世界情勢であり、ラインもやっぱり普通に抜ける相場だなと、意識されたときに、じゃあもうドルは危ないっていうところからクロスドルを避けることができたりとか、そういうことができるようになります。なので、いかに負けるところをなくすかっていうところを課題にしたときに、ある程度のこのファンダメンタルっていうのを知らないと、分析しないと、やっぱ有利なポジションで取れない。足は確定足ベースで見たときに、ハイで見たときにね、MTF 分析しないで確定足ベースだったら陽線だったけども、結果的に、ファンダメンタルが絡んでしまって MTF で、負けてしまったということがライントレードとか、MTF 分析する方はね、多いと思うので、ぜひね、ファンダメンタルズ分析は覚えてもらいたいなと。多少でいいので。ただズブズブに覚えなきゃいけないっていうわけではなくてね、ある程度知りましょうと。ドル売りなのかドル買いなのか。そこら辺は知らないと危険ですよっていうこと。で、テクニカルは基本としてベースとしてやっていかなければいけないので、必ずテクニカル分析、ノウハウのことは覚えていきましょうということですね。で、テクニカル分析ってまず全てが計算式であり、数字で全て証明できるんですよ。だから数字で戦っていく世界がいわゆるテクニカル分析って覚えておいてください。
でシステムトレードに向いていると言われてますと。過去の値動きを数字にして、その数字から確率を導いて勝率を上げていくために使用する。なので、限りなくこうね、100%、勝率 100% に近づけるために数値化していくことっていうのが重要なんですよ。テクニカル分析ってね。インディケーターを入れて、インディケーターを元にこう分析していくことじゃなくてね、そのインディケーターが何かを示したときに、どの確率で何%で次の足何線を引くかっていうところが、一番重要なんですよね、テクニカル分析は。まあ当たり前のことを話してるんですけどね、インディケーターが示すものっていうもの、意味が分かってない方が非常に多いんでね、マジ9割ぐらいね、テクニカル分析のこと分かってねえんじゃないかなって僕思っちゃってます。だからテクニカル分析ってそもそもシストレのためにある、システムトレード、淡々とね、トレードする自動売買のためにそもそも作られたものですから、勘違いしない方がいいですね。なんで数値を元に戦ってるっていうことは頭に入れてください。数値を元に。自分のなんとなくの感覚で、例えばボリンジャーバンド3シグマタッチした時の内側に入る確率って何%かご存知ですかと。それは確定足ベース、終値ベース、始まり値ベースでも全然違うわけですよ。それも分析しないとね、数字化しないとわからないし、じゃあ確定足ベースなら結局ボリンジャーバンドって次足形が変わるから3シグマ以内に入る確率って、ね、本来 97% ぐらいあるものが確定足ベースになると 50% ぐらいになるとか、そういう数字も多分ね、知らない人がほとんどなわけです。なんで、その数字をまず知った上で戦っていくっていうことをしなければいけないし、確定足ベースなのか、違うベースなのかでも話変わってくるので、まずね、この数字に落とし込むっていうことをするためのインディケーター。そのインディケーターは数値化してテクニカル分析してシステムトレードするための一つであるっていうことを理解してください。何も難しいこと話してないですよ。数値化するための分析方法。で、自分が今現在ね、使ってるインディケーターってあると思うんですけども、そのインディケーターが、どんな計算式でできてるんですかと。何をベースに、そのローソク足に対して、そのインディケーターが示しているのかっていうことをご理解いただきたいんですね。インディケーターってそもそも全てのローソク足からできてます。だからローソク足で意味を理解できないと、インディケーター使ってても何の意味もない。で、逆言えばですよ。逆言えばインディケーターを理解しなくてもローソク足理解できちゃえば、インディケーター使わなくても、その MT4 画面でどういうローソク足を引いてるから、今の、僕が今使ってるインディケーターはこういう数値を示してるっていうことが分かってきます。で、そこまで理解するには当然時間がかかっちゃうから、今すぐにそれをやりなさいっていうのは非常に難しいことだから、まずね、自分が使ってるインディケーターがどんな計算式でできてるかっていうことをすごく理解してほしいんですよ。その理解することによって、どんな相場に弱くて、どんな相場にそのインディケーターが強いかっていうことが非常に参考になるから、僕これ知るだけで勝率 10% 上げられると個人的には思ってます。で、これを理解しないから、例えば RSI を、RSI の話をしていくんですけどね。RSI って多分本当にね、いろんな方が使われているインディケーターだし、バイナリーオプションでも最も使われやすいインディケーターって言われてるんですけども、その RSI もどんな時だったら強いのか弱いのかっていうことも分かってくるわけです。だからRSI 使ってるノウハウの方は今日の動画っていうのは非常に参考になるかなと思うんですけども、まずね、RSI のことをお話しするとですね、まず、売られすぎ、買われすぎを数値化していくインディケーターです。で、RSI10、14っていう風に MT4 上でなってれば、ローソク足14本分の計算をしてくれた数値になるんですね。で、これは計算式後でちゃんとググって自分で覚えてください。で、いわゆる、一般的なね、例えばブログとか、投資家さん、アナリストとかがお話ししているね、その数値って言われるのが、30いったら売られすぎ、いわゆる30までいったら反発するよね、70までいったら下がるよねっていうのが、買われすぎ、売られすぎ水準というのが RSI の一つの水準です。で、利点で言うと心理的に抵抗しやすいので、その30、70っていうのは、金融機関も見てると言われているオシレーターで、30、70入ったら基本的に金融機関が入ってる市場と、時間足で RSI で30、70いったら金融機関が圧倒的に多く入っていて、買われすぎ、売られすぎ水準だから次足下がりやすいよというふうに言われている一つのインディケーターなんですけども、プライスアクションだから影響出やすいですね。5分足にしても1分足にしても。
一つの基準として利用するのは非常に僕は強いと思ってます。ただ弱点なんですけども、この弱点を知りましょう。14本分のボラがなければ、見た目は買われすぎ、売られすぎっていう水準になるんですよ。例えば14本分のレートがね、ピプスが、50、バイナリーオプションでいう50ですね。FX でいう50じゃないです。なんで、FX 単位で言うと500。FX 単位で言うと 0.5 か、になっちゃうんですけども、その水準50しか14本分が上下なかった場合っていうのは、次の足、例えば200ぐらい動いた時でも RSI70 なんですよ。70、80とかになっちゃうんですね。でもこれ14本分のボラがないから、ボラがない時にいきなり ATR バコーンと、ボラが出た時の RSI の水準っていうのは基本的に当てにならないんです。なぜなら金融機関が入ったとか、何かしら大きな指標が出たりとか、アクションがあって、そのプライスに対して価格が伸び、14本分の平均値から買われすぎ、売られすぎっていう水準を出します。ってことは、当たり前だけども、14本分のボラがなければ参考になりません。ってことは、平均値、ボラがある程度一定したラインの時の RSI っていうのは非常に参考になるんだけども、急にボラが出始めました、ATR が膨らみましたって言った時の RSI というのは参考にならないんですね。これね、めちゃくちゃすごい答え与えてますからね。ほとんど知らない人が多いんですけども。ライントレードプラスアルファで使ってる人とかもいらっしゃるし、逆張り使う方は RSI 使ってる人が非常に多いんですけども、結局ボラがないところから上昇トレンド、下降トレンドが起きて、売られすぎ、買われすぎっていう風には見えるんだけども、ローソク足をね、見たときに。でも、平均値のボラから平均以下になっていた場合の RSI から、プライスアクション大幅に動いた時の RSI っていうのは、ほぼ無意味と思ってください。だからそういう場合は基本的にエントリーしない、30、70になってもエントリーしないっていうことをするだけで十分な勝率っていうのを上げることができるし、いらない負けを減らすことができるので、例えばそこから難品を追う人、マーチンをする人、マーチンは本当に嫌いなんでね、そもそもやめろよって思ってるんですけども、仮にマーチンしている人がいたとしたときに、この30、70っていうのを1個2個、見据えて、そのボラを合わせた14本分の数値から戦っていくってことをするといいんですよ。なので、14本分前ですから、今現在の200ピプス動いた実態のね、ローソク足に対しての30、70ではないので、その次足から含まれた30、70を参考にして、平均値を出した、平滑化したものに対しての RSI の方が参考になる。っていうことです。だから RSI 単体で使うよりは VLDMI とか、相場に適用したね、いわゆる可変と言われるものを付け足してみたりとか、なんだろうな、あと、相場適用化されるっていう意味では足をもう少し早めた、いわゆる DMA、未来の平均化した足に対しての RSI を使ったりとか、そういうことをすることによって、今現状のその膨らんだプライスアクションに対しての RSI ではなくてね、未来の相場に対して、未来のプライスアクション、予想に対しての RSI を参考にした方が、急な ATR が膨らんだ時に考えたら、まだ勝率が高くなるかなと思います。なので、例えばロンドンから、日本からロンドンマーケットに移行する15時から17時の間のマーケットで日本時間って比較的に出来高がありません。じゃあその出来高がない時から出来高が増えました。その増えた時に対してね、どうアクションを取っていくかっていう時に、じゃあ14本分を見た時に日本時間ボラがありません。ロンドンあります。その14本分、いわゆる70分のボラに対しての、参考値だったら当てにならないので、そこを気をつけて、2本分ルックして、次足エントリーするとか、そういうことをすることによって勝率っていうのは上がりますという感じです。はい。だから RSI 使ってる方は今の話は非常に参考になるんじゃないかな。だから RSI がどういう風にできるかで、こういう風な負けっていうのを減らすことができます。なんでインジケーター理解することによってこれだけね、浮かぶわけですよ、案が。簡単じゃないですか。別に僕難しい話は一切してないんですよ。ただそのボラが出た時っていうのは危ないよね。だって14本分出来高がなかったら話にならないよねっていうお話。で次に、かなり多いのがストキャスティクス。こちらは非常に使われるかなと思ってます。いわゆるゴールデンクロスとかデッドクロスとか多分
一回は投資やったことある人っていうのは聞いたことあるんじゃないかな、っていう言葉なんですけども、現在の相場水準が一定期間の変動幅の中で、どの程度の強さ、弱さで、要は売られすぎ、買われすぎかっていうのを見極める。で、オシレーターの中でもね、計算式が最も複雑ですね。かなり、パーセントが複雑で、僕も、ちゃんと覚えてないですね。あんま使ってないっていうのがあるんですけども。ただね、周期系なんですよ、これ。周期系のノウハウなんで、例えば売られすぎ買われすぎっていう風な水準で ATR がない時でもエントリーしやすい、一つのインディケーターかなと僕は思っていて、例えば本当に1日相場動かない時ってあるじゃないですか。全く動かないけどもストキャスゴールデンクロスデッドクロスだけ狙うっていう相場も全然ありだと思っていて、それはバックテスト取るの難しいんですけどね、 ATR がどの数値に行った時にエントリーしない、シグナルを出さないっていうルールを決めなきゃいけないから複雑なんですけども、ただ周期系のノウハウとしては優秀な方だなと僕は思っているインディケーターの一つです。でいわゆる、メイン2080が、売られすぎ買われすぎと言われる水準で、オシレーターの中でも周期にチャンスとして捉えやすいインジ、期間によって、弱点ですね。弱点っていうのは期間によって勝率のばらつきが非常に大きいインジでもあると。周期系インジゆえに単体仕様での勝率は低いんですよね、というところで。バックテスト取っていただければわかります。533とか、よくメインで使われてるのは533じゃないですかね。とかもう一つが644かな。とか非常に使われやすいストキャスティクスなんですけども、この辺をどう期間を伸ばして使っていくか、というところもまた変わってくるんですけども、ボラに非常に弱いですね。出来高ができた時に非常に弱いし、周期系ゆえにね、単体だけで使ってしまうと、そのボラがある相場では非常にオシレーターとして、20、80、上付きっぱ、要は下降もゴールデンクロス、デッドクロスもしないままずーっとね、20、80ぐらいの水準でずーっとまっすぐ行く状態になってしまうと。でそういう時は非常に弱いんですけども、周期としては非常に一つの参考となりやすいものなので、使ってみると面白いインディケーターの一つではあると。ただ一つだけで使うと、どうしてもボラに弱いのでね、ATR とか、出来高とか、MA の角度とか、そういったところから使っていくのは非常にいいんじゃないかなと思ってます。というように、レイサイト、ストキャス2つのね、お話をさせていただいたんですけども、こういうふうにインディケーターを理解することによって、今あなたが使っているインジ、どこに弱いのか、どこに強いのか、ということが理解できて、こういうふうにね、お話しすることができるようになります。じゃあ RSCI にしましょうと。RSCI も3つの線があります。9、26、52かなだっけな忘れたけど、僕はちょっと使ってないんでね、忘れちゃったんですけど、じゃあ9を見るのか、そのメインの26を見るのか、どこを使っていくのか、52を見ていくのか、51?52? そこら辺ですね。どこを見ていくのかっていうのが重要になってくるし、そこでどういう風な、じゃあ例えばメインがサブにタッチした時とか、長期戦に、短期の9がタッチした時なのか、そういう使い方様々あると思うんですけども、どういうような時にそれがまた強いのか弱いのかっていうのもインジケーターごとに分析していくと。それもローソク足ベースですから、ローソク足がどんな時は結局弱いよねっていうところにたどり着くんですけどね。そういう使い方ができるからインジケーターを理解することによってそれだけね、弱い相場、強い相場、利点と弱点というところが見られるようになるので、自分が今使っているシグナルっていうのがね、どんな相場に強く弱いかっていうことも分かってくるわけです。はい。ちょっとね、テクニカル分析長くなっちゃいましたね。ちょっとコンパクトに話そうと頑張ったんですけど、やっぱ話したいことが多すぎてなかなかコンパクトにならない。はい、じゃあ次行きますね。で、ファンダメンタルズ分析です。僕はね、結構見てるのがザイとヤフーなんですけども、あとはインベスト.com、この3つをメインとしてます。で、ザイやヤフーなどの経済指標を避けてトレードすることが重要だよねと。大型指標はどちらに動くかわからないし、バイナリーにはあまりにもボラがある相場っていうのは向いてないよというので、避けた方がグッドだよねと。で、経済がどのようになっているかで、プライスアクションにも影響が出るため、大まかでいいからある程度世界情勢を知りトレードに臨むと、より勝率が上がりますと。でテクニカルで説明がつかない場所を説明つかれる分析方法。例えば、急な要人発言。例えば日本で言うと震災とかあるじゃないですか。震災が起きると上がるか、ドル円が上がるか下がるかって知ってます？どっちが上がるか下がるかって。これね、ぜひ調べていただきたいです。で地震が起きた時はどういう風な、じゃあドル円が動くかっていうのも理解しなければいけないし、例えば北朝鮮がミサイル撃った時はどういう風な方に動きやすいとか、
そういうことも理解して、世界情勢がどういう風な方向にあるのかっていうことを理解するだけで、急なバコーンと、例えば深夜の3時にめちゃくちゃ動きましたってなった時に怪しいじゃないですか。どう考えてもそんなメインの取引時間、もうロンドンフィックスタイムも終わってる時間にいきなりバンと動いたら怪しいと思うべきなんです。その怪しいと思った時に北朝鮮のミサイルのことが分かってたら、あれもしかしてミサイルワンチャン撃ったみたいな。北朝鮮撃っちゃったかなみたいなこと考えて調べたら、あ、やっぱ撃ってたわ北朝鮮みたいなことも分かるわけです。それってじゃあテクニカルで理解つくかって言ったら理解つかないですよね。無理なんですよ。そういう時にファンダメンタルズで、あ、なるほど、こういう理由でテクニカル分析の、有効がなく、負けてしまったんだなっていうことが説明つくんですね。ただ負けにも説明つけなきゃいけない。勝ちにも説明つけなきゃいけないってことなんですよ。で、勝ち負けに説明つけない、つけれないトレードっていう時点で、まず失格。勝ちも負けも必ず理由があるんです。で、その理由を必ず見つけること。で、見つけることによって改善ができます。いわゆる PDCA を回すことができる。なんで負けたのかな、わかんないやってなったら、次勝てます、次同じ負けをしないって断言できますかって言ったらできないんですね。だったら、ちゃんと断言できるようになった方がいいじゃないですか。なんで負けたのか、なんで勝ったのか。そういうことを理解するためにもファンダメンタルズはある程度覚えておきましょうってことです。ああ、ミサイル発射しちゃったなって。例えばこの時間にミサイル撃たれやすいって俺覚えてなかったな。じゃあ今度からちゃんとそれをね、超額的リスクっていうのをちゃんと頭に入れた上でトレードしていこうみたいなことを分かるわけじゃないですか。でそういうのをちゃんと把握した上で、トレードするとまた話変わってくるよねっていうところなので、はい。ちゃんとテクニカルで説明がつかないところをファンダメンタルズ分析するようにね、心がけましょうと。テクニカルで分析で負けたときに、しっかりね、そのロジックで、説明がつかない場合はちゃんとファンダメンタルズ分析をして、取引日記に必ずつけるようにしていきましょう。で、僕が参考にしているのはこの3つと、investo.com、Yahoo Finance、財と、財は下ネタじゃないですよ。ちゃんとローマ字で財です。はい。ちょっと滑った感半端ないけどね。気にしないでください。で、investo.com っていうのは、アメリカとかね、カナダとか、いわゆる主要都市と言われるところの取引所が閉鎖されたとき、休みだったとき、休日ですね。もうこういうふうにアメリカのマータン・ルーサー・キング・ジュニアの日みたいな、こういうところもこう記載してくれてるので、なんかやたらと出来高ないなっていう日は、ここ見たら、あ、意外とここ休場だったんだみたいな、ことが分かったりします。で、インドネシアのとか、なんかインドとか、そういうマイナーなところまで記載してくれてるので、ほぼ動かないんですけどね。インドネシアのね、その経済情勢が世界に影響するかって言ったらそんな大した影響しないので、そんなに成長してるとはいえね、成長してる国とはいえ、そこまで影響しないので、あんま気にする必要はないです。で、この星の数だけ、影響力が大きいよというところなんで、星1、2ぐらいはあんま気にしないですね。3つとかはやっぱ気にしちゃいますけど、そういうところの前後30分っていうのは、買われたり売られたり予測するわけですよ。ファンダメンタルズ的に。例えば雇用統計、30分前っていうのは非常に危ないと言われてるんですけども、なぜかっていうと、雇用統計をね、今まで散々ね、過去いろいろあったわけです。雇用統計ってね。例えば今年の4月は、去年はこうだったから今年はこうなるだろうと。前月がこういう時はこうなりやすいっていう分析してる方が、前後30分、前後というか前30分で、当然ですけども仕込んだりするわけです。ってことはテクニカル分析っていうのを無視する傾向にあるので、大型指標の前後30分っていうのはトレードしないとか、マーケットオープン前後30分っていうのもいわゆる予測から、当然トレードされるわけですから、そこも予測がつかないテクニカル分析でわからない点になりやすいから、トレードしないというふうにしていくのは非常に参考になると思います。3つ覚えておけばいいですね。でね、これがめちゃくちゃいいんですよね。Twitter のリアルタイム検索と、Yahoo の方で検索していただけると、リアルタイム検索と検索すると一番上に出てくるんですけども、Twitter のそのリアルタイムの情報っていうのをずっと更新してくれるサイトというか、EC のものなんですけども、こちらね、例えばドル円って検索すると、そのドル円に関した情報が、いろんなね、Twitter ユーザーがいる中から、そのドル円と文字を打った方が次々こう出てくるんですよ、リアルタイムにね。
で、その世界情勢がどうなったかっていう情報をね、ツイッターで上げてくれる方々がいるんで、それでね、値動きがあったとか、今要人発言してるとか、そういうことが分かったりします。イエレンとかドラギとかね、そういう方々が、イレギュラーで、こう要人発言することがあるんですけども、そういうのがね、いち早く分かることによって、テクニカル的には最高の水準だけども、あ、ドラギとか発言してるんだという風になれば、トレード避けた方が当然いいですよね。ということでね、そういういらないトレードを減らすことができるというもので、リアルタイム検索はずっと開きっぱなしが一番理想かなと思います。はい、ということで本日のまとめなんですけども、自分が使っている印字を知ることでね、印字を外すことができると。MT4 画面にめちゃくちゃ印字がある方って、インジケーターのことを理解してないからインジケーター入れるんですよ。インジケーターが分かれば、今どの水準だっていう風に分かるから、すごいスマートになります、MT4 が。なんで僕の MT4 を見ていただければ分かるんですけども、前日の高値安値、あと自分が引いたライン以外ありましたかって言ったらないですよね。そう、インジケーターなくても、今、そのオシレーターが何を示してるかって分かるからなんですよ。だから、インディケーターを使ってないわけじゃなくて、頭の中で使ってるんですね。今どういう状況かって。だから計算式知ることで MT4 画面ってすごいスマートになると。もちろんほぼ使ってないですけどね。僕は、ローソク足、プライスアクション、自分が引いたラインをメインにトレードしてるので、ほとんど使ってないんですけども、ただそれプラスアルファであると、よりエントリー、気持ち的にエントリーしやすいじゃんっていう話。だから最終的に印字がなくてもある程度この水準であろうということが分かるため MT4 画面はまっさらローソク足だけということが可能になるよと。だからそのトレーダーがなぜ、一流のトレーダーがなぜMT4 画面しかないのかっていうことは、インディケーターをもう研究し尽くして、インディケーターがどんな動きをしてるかっていうのがもう分かってしまうから、今こういう状況だっていうふうに把握してトレードしてるってことです。ほとんどの人が多分そうだと思いますよ。だからたくさんね、僕もね、インジケーターめちゃくちゃいっぱい入れてた時期あるんですよ。今はね、本当にシンプルなんだけど、前は本当にたくさん入れてね、もう、サブ画面4つ5つぐらいね、使ってましたよ。でもね、だんだんね、あれっていうところに気づいたんですよ。あれもしかしてこれもう見なくても数字分かってる俺。じゃあ外してみよう。外した。で、実際にじゃあ今数値こんぐらいだよねっていう風に当てたら、あれ当たってる。あ、もう俺腐るほどインジケーター見すぎて、もう理解できちゃってたんだなと。だから別にもういらないやってところから、今もう真っさらな画面な状態になりました。だから僕もね、以前はインディケーターめちゃくちゃ、入れてた重症患者です。でも重症患者も、インディケーター、重症患者こそね、実はね、一番、こう、治りやすいんですよ。このことトレードにおいてはね。実際いっぱい見てきたはずだし、インディケーターいっぱい入れるぐらい苦労したはずなんですよ。でもその苦労って間違いなくこの経験になるので、その経験って知恵になるんですよ。で、知恵は知識になり、今使ってるものっていうのを、実践にね、その知識をこういろんなところに散りばめて、たくさんアウトプットすることによって、まあ、いい結果が得られるということなんですよ。だから今ね、重症患者の方ってそんなにね、インジケーターオタク、通常患者、重症患者のところで、インジオタクとか、インジ病ですね、インジ病とか、親父トレード病の方っていうのは、非常に、一発逆転があり得ると思っています。ただ MT4 すら入れてない、もう超重症患者はもう病気なんで、もうカジノ行けって言います。カジノ行ってこい。本当に。フィリピンでも、シンガポールでも、ラスベガスでも、もうね、カンボジアでも、本当に行ってこいって感じです。その方が儲かるよ。バイナリーよりよっぽど。ふざけて言ってるわけじゃなくてね。半分ふざけてるけど、半分本気で。それぐらいこう相場を舐めるなってことです。ということでね、総まとめになるんですけども、なぜ僕はシンプルかっていう理屈でもありますよね。テクニカル分析、ファンダメンタル分析、テクニカルが9割、ファンダメンタルズ1割ぐらいでいいんですけども、世界情勢を知ることによってテクニカル分析に、生かすことができると。そしてそのインジケーターを知ることによって、自分の今トレードが理解できるようになる。そしてバックテストを知ることによって、どういう風なトレード相場で、非常に弱いのかっていうことも理解できるようになる。もうこれだけで勝率 10% 十分上がります。はい。ということでね、ボリューム1、2と、なかなかヘビーになってしまったんですけども、次、ボリューム3。ノウハウをね、相場に適用させると。今自分のノウハウがどういう風なところから、どういう風な相場でね、直近相場で強いか弱いかっていうことを把握する方法についてお話ししていこうと思います。という
ということで、今回はボリューム2は以上になります。ご清聴ありがとうございました。バイバイ。